エアコン1台で家中快適ってこれって本当なんですか？半分本当で半分はちょっと条件次第です。エアコン1台でいける条件っていうのをお話ししようと思います。なので足元が寒くて頭がぼーっとするっていうのはこういう気流止めができてないから起こることなんですね。関西の絶地の基準っていうのがね UA0.6 っていうのはおそらくですけどエアコン1台では無理なんじゃないかなと思いますよ。こういう住宅は科学的な根拠があってっていう形になります。エアコン1台で家中快適ってまず条件って何が必要なんですか？とりあえずね断熱気密がちゃんとできてて、十分高い性能であって気流止めっていうのが、ちゃんと施工されてるかどうかっていうことなんですがこれが一番大事になってきます。で次に空調計画ですよね。これが初めからちゃんと考えられてるかっていうことです。でこの空調計画も大事です。であとエアコンの機種と容量っていうのも大事になってきます。劣化一つかけてもダメなんですかね？ダメですね。全部揃わないと、成立しないと思います。断熱と気密なんですがどのくらいの性能が必要なんですか？目安としては、C 値は 1.0 以下です。理想は 0.5 以下という形だと思います。で UA に関しては、0.4 以下ぐらいが目安ですね。0.4 以上になるとちょっとしんどいです。うちの会社でいうとだいたい 0.38 ですね。そのぐらいの感じのことをやっとかないとダメかなっていう形になります。関西の絶地の基準っていうのがね UA0.6 っていうのはおそらくですけどエアコン1台では無理なんじゃないかなと思いますよ。この気流止めって何なんですかね？もともと僕らが勉強している新住居の、鎌田教授が一番初めに言われたんですけど、北海道の方で寒くなると、オイルショックとかになってくると断熱材を熱く熱くっていう感じでやったんですけど結局あまり断熱効果がなかったのでそれをよく考えると暖かい空気っていうのはこう暖房とかすると勝手に上に上がるんですね。で上に上がった空気がずっと上に上がって屋根天井から抜けていく。抜けた分だけ床下から冷たい空気が入るんですよ。なので足元が寒くて頭がぼーっとするっていうのはこういう気流止めができてないから起こることなんですね。でそういうところ、いわゆる在来工法であれば端部と言われる部分があるんですがそういうところをちゃんと気流を止めるような形をすると、大丈夫っていう形です。この気流止めをやらないとどうなるんですか？壁の中で空気が動いてますので断熱やっててもその断熱材がその性能を発揮しないとそういうふうに思っていただくといいと思います。空調計画って具体的に何なんですか？僕らがよく一番やる空調計画っていうのは、床下エアコンと小屋裏エアコンの2台ですよね。夏場も1台冬場も1台っていう形でやってます。で先ほども言ってるように暖かい空気は上の方に上がりますので床下エアコンで下から上にっていう形を考えてます。逆に冷たい空気っていうのは下の方に下がりますので小屋裏から言ったら、やると家全体に下の方に下がっていきますので、こういう形の、やり方を、大体一番の主流でやってます。空気の自然な流れを使うんですね。そうですね。もうこの自然な形が一番大事だと思いますので。エアコンってどう選べばいいんですかね？エアコンってね普通にちゃんと熱負荷計算をしてるんですよ。で熱負荷計算してこのお家やったらこのぐらいのキロワットがいりますよっていう感じのものが一番最適だと思います。何畳用ってよくエアコンに表記されてると思うんですけどあれはどうなんですかね？もうあれダメですよ。何畳用はダメなんですか？あまりにも容量が大きすぎるともうその温度にすぐにいっちゃうのでそこでもうまたストップしてしまうようなそんなこともあるのでエアコンが効かないとかいうのも出てきます。
エアコン選ぶのにもちゃんと計算するんですね。エアコンの計算の仕方があるんですよ。北海道の方でやってる建築技術協会さんがもう出してるっていうか、まあだいぶ昔からやってるんですがね、計算の仕方がここに載ってますので、まあこういうことで暖房は計算します。でもう一つ冷暖房負荷のエネルギーに計算をするやつがあるんですけど、その中でも最後の方に、出てきた結果に対してエアコンの、設備容量ですよね、どのくらいになりますかっていうのが出てきます。こういう住宅は科学的な根拠があってっていう形になります。全館空調との違いは何なんですか？一種換気とエアコンを足したもの、全館空調とエアコン2台で床下エアコンと小屋裏エアコンで、やるっていう形なんですけど、正直どっちが優れてるとかいうことで言うと、夏のことを考えるとそれはやっぱり一種換気とエアコンを足したやつの方が優れてるとは思うんですよ。で今これちょっと映してるのが、パナソニックさんから出てるやつなんですがね、WithAir っていう商品ですが、エアコンと熱交換がセットになってます。僕らもやったことあるんですけど、一種換気とエアコンがセットになってるので、すごく快適な、環境にはなると思います。こういうのもあります。ただ値段が全然違うので、本当にだいぶと高くなっちゃうので、それを何か工夫でっていう形で考えてるのが床下エアコンと小屋裏エアコンです。これはもう僕らが現場での知恵を生かして考えて、こういうふうにやったら快適に過ごせるんじゃないかということでやってますので、この2つの違いっていうのはこういう形になりますね。エアコンについてどこに設置すればいいんですか？エアコンはどういうふうに置くと空調がうまくいくかっていうのはプランを見ながら考えるんですけど、立体的にね、平面で考えてもなかなか答えが出ないので、例えば冷房用のやつっていうのは小屋裏にあるんですけど、そこあったかい空気が一番上に上がってくるはずなので、その空気を吸って冷たいね、冷房を出すという形なんですけど、頭の中のイメージでそこに空気が行くような形の、ルートって言うたらおかしいですけどね、道を作ってあげるっていうのが大事だと思います。で床下エアコンなんかでも本当はね、空気がどう流れるかっていうのはこれ基礎工事で決まるんですよね。いわゆる基礎立ち上がりみたいなのがあるんですけど、それをうまく工夫して地中張りとかいろいろやりながら立ち上がりがないような、そんな基礎を作ります。実際電気代はどうなんですかね？いろんな人にいろいろ言われてます。本当に今まで夏場3万4万、冬場とかもね、そんなんあったのがもう1万円以下になったとかいう話も聞いてますし、最近はね太陽光とセットでやられる方も多いので、すごく安くはなります。3万が1万以下になるってかなり違いますね。もう全然違います。実際これちょっとヘムズのデータなんですよ。ちょっと延べ床とかこう書いてますけど、109.71 平米で 33.1 坪です。Q 値が 0.95 で UA でいうと0.34、C 値が 0.2 です。太陽光が 6.37 キロ乗ってて、キッチン IH で給湯器は F9 度という形です。ここに温度の分布を見てもらうと分かるんですが、冬場でもね快適な12月とか2月とかでも20度以上になってます。40% 切ることないので、すごく安定してると思います。夏場でも27度28度ぐらいです。毎日のやつを平均取ってデータとしてますので、ちょっと8月とかやったら夏休みでどっか行きはったら、その間エアコンが動いてない状態でもちょっと平気になっちゃうので、ちょっと注目していただきたいのが、こちらの太陽光発電が 6.37 キロで、年間で、太陽光が8294キロ発電してるんですね。これに対して電気の使用量ですけど4132キロなんですよ。なので完全にエネルギーとしては太陽光で賄われてるっていう形になってます。ただ悲しいがため夜とかキッチンとか使う時間帯に太陽光が動かないので、今後ね蓄電器が
発達するともうほぼほぼエネルギー買う必要がなくなる、そんな感じのお家ですね。このお宅の年間のちょっと電気の使用何に使ってるかっていうのをヘングズのデータで出てるんですが、見てもらったら分かると思うんですがね、いまだにエアコン、1階が床下エアコン、2階が冷房用のエアコンですけど、これがほとんど3分の1ぐらいなんですかね、占めてますので、やっぱりここをこうギュッとねしないと、冷暖房費を下げるのがもう一番いいと思いますので、ここをやってください。IH なんて言うてもそんな大したことないです。最後まとめお願いします。空調計画には科学的なデータが大事ですよということです。C 値、UA 値、気流止め、この3点セットと実測値をもう全部公開してますかと、お客さんの方でいいんですけどね、ちゃんと教えてもらってますかと、空調計画ですね、ちゃんと設計の段階からちゃんとやってますかっていう形になります。であと熱負荷計算、根拠のあるエアコンの選定をしてくださいということです。この動画が良ければチャンネル登録、いいねをお願いいたします。コメントの方もお待ちしておりますので、よろしくお願いいたします。